テリー・マープルです。今日はクリスマス、今日から太陽の光が徐々に増してというお話をいたします。2021年もクリスマスを迎えましたが、それどころじゃない、困ったという方がたくさんいます。約2年前と一変し、海外にも行けません。コロナによって全員が理不尽を強いられています。でもこんな悲しいクリスマスもあるんです。ナチスの強制収容所での話です。クリスマスには解放されるという噂がどこからか広まったそうです。収容所のユダヤ人たちは切に心待ちにして静かに期待していましたが、後に誤報とばかり次々と亡くなってしまったといいます。V.E. フランクルというアウシュビッツの生き証人でオーストリア国籍のユダヤ人がいます。精神科医で心理学者なのですが、その頃のことを夜と霧という本に表しています。その本の中に私は次のエピソードを読みました。収容所の所長、本来はナチスの親衛隊の人ですが、密かにポケットマネーで薬を買い、囚人に与えるのを目撃したのだそうです。また反対に囚人の中の最年長の長は囚人仲間をゾッとするやり方で虐待していたというのです。どんな状況においてもその人の人間性が様々に現れるんですね。生きることから何を期待するかではなく、生きることが私たちから何を期待しているかが問題。忘れがたいフランクルの言葉です。極限状態の中での所長さんの行いを知って大変温かい気持ちになりました。知らせてくれたフランクルさんに感謝したいとも思いました。またフランクルは収容所の中で明らかなことがあったと次のようなエピソードも書いています。1、自分を待っている人がいる。2、後世に伝えたいことがある。1、2を心に持った人々は絶望して次々に亡くなっていく人々と対照的に生き延びていたというのです。身体的な強さより胸に希望があるという心の強さの方が人間の生命力となるのでしょうか。今のコロナ時代とナチスの当時とは比べようもありませんが、理不尽のために辛い思いをしているという点では同じです。ですからフランクルさんでしたらこういうのではないでしょうか。コロナ期はさらに良くなっていくための変化期と思って希望を持ち、人間性を求めて勇気を出しましょう。クリスマスは冬至のお祭りを吸収したものなので、この頃から太陽の光が徐々に復活していきます。今が一番夜の長いシーズン。時代とともに転職もありかもしれませんね。小学生の時にあったことなんですけれども、
私の年代では1クラス50人。ある冬に風邪が流行りました。今でいうインフルエンザだと思いますが、当時流感と言っていました。そして50人中ほとんど学校を休み始めました。でも最後の1人、私だけが休まないで学校に行くことができました。担任の先生が母に、お宅のお嬢さんは1人だけ風邪にかからないでお休みなしなんですよ。短いスカートで学校に通っているのに、一体どうしてでしょうね。と言われて母は、そうなんですか、うちの娘は1日に30個ぐらいみかんを食べるんですよ。そのみかんのビタミン C で休まないで済んだんでしょうか、と母は言ったそうです。小さい時からとても元気な女の子だったようです。はい、ここからはおまけ動画です。雑誌の付録の開封動画をしてみようと思います。おまけだけに。今日はこちら。大人のおしゃれ手帳2020年12月号ラ・バガジェリーのエコファーバッグです。宝島チャンネルさんで時々過去の雑誌と付録がお買い得セールをやっているので求めてみました。エコファー素材は滑らかな触り心地。底はレザー調です。アンティークっぽいチャームとバッグと同じファーのポンポンがついています。これは単体でキーホルダーとしても使えるそうです。肩掛けも長め。コートを羽織ってからでも十分余裕がありそうです。中にはポケットが2つあるのですが、1つはマスクポケット。前回のウェッジウッドのマスクケースみたいにティッシュのように取り出せます。マチが広いので、お財布、携帯、飲みかけのペットボトルなども悠々。普段のお洋服にも合わせやすいカラーなので、気兼ねなく気分転換に持ってみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、またね。